そうなんですよね。日本人は人に嫌われることをすごく恐れるわけなんで、お笑いとコメディの差はそこなんですよね。お笑いは人に嫌われることを恐れる人たちが潤滑油をやるっていうのがそのボケとツッコミというね形式なんですけど、コメディは実はボケとツッコミっていうのはあったんですけど、その世間の常識を代表するツッコミっていうのはアメリカではなくなっていってボケだけになったんですね。ですからコメディっていうのは時には人に嫌われて顰蹙が勝っても笑いを取るという、ですから僕から見るとですね、この人に嫌われることを異様に恐れるっていうのはだから日本でコメディがなかなか成立しない。例えばチャップリンのね独裁者なんかおそらく、あるドイツの人ですよね、揶揄したんですけど、ものすごく嫌われたと思いますよ、その方には。だから結果として今ではラブ&ピースの素晴らしいコメディ映画ってなってるわけで、時にはですね人に嫌われることを恐れずやらないとラブ&ピースにもたどり着けないし、創造性も発揮できないということがあるんじゃないかなと僕は思いますけどね。ね、まず元ひとしさん。この番組はエイブル、清水建設、JT の提供でお送りします。Imagination is more important than knowledge. なんかこう味と感が素晴らしいですね。こんにちは、山口周です。今日はですね、何者にもなりたくない君へということで、お話ししていきたいと思います。何者かになりたかったんですけれども、何者かになりたいっていうのと何事かをやりたいっていうのはちょっと別なんだなっていうことに気づきましてですね、学生時代を思い返してみると憧れてたのはいろいろ哲学者とか思想家とか作曲家とか、思想家としてね名乗るんだったら割と名乗りゃいいじゃないかって。じゃあ何かしらのその考えを自分で本にまとめて世に問いたいのかとか、もうその音楽を作りたいっていう衝動に突き動かされて徹夜何番もして曲を書いちゃうのかっていうと、そこまでの情熱じゃないんですよね。だから何者かになりたいっていうその肩書きは憧れてるんだけども、じゃあその肩書きの内実である何事かをやるっていうところに突き動かされてやり続けるっていうものがあるのかって言ったら、どうもなんかないんじゃないかなっていう気がするんですよね。先日もこれしみじみ思ったことがあって、僕は高校時代に普通の大学に行くか音大の作曲科に行くかっていうのを、かなり迷った時期があるんですけど、先日もある方と知り合って仕事上いろいろやり取りしたんですけど、ふとしたことからその方が実はその芸大の作曲家の出身だってことが分かったんですね。でも音楽を作るとかましてや弾くっていうことも含めて今も全然やってないと。それってどうなんですかっていうふうに言ったら、いや今も全くそういうの情熱感じないと。だからやっぱり坂本龍一さんなんか見てると、いまだに音楽的な興味持って好奇心に突き動かされて、なんか新しい響きとか作れるんじゃないかとか、新しい音楽ってできるんじゃないかってずっとやられてますよね。であれがやっぱり本質が軽装に先立ってるっていうか、もう作曲家とか音楽家とか名乗る以前にもう何事かをやりたいわけですよね。やっぱ大事なのはそういう衝動が何か内実として伴ってるかどうかっていうことなのかなと思うんですけどね。最近中導体っていうことをよく考えるんですね。通常能動体と受動体、私が意思を持ってやりましたっていうのは能動体で、何か意思を持った主体にさせられましたっていうのが受動体なんですけども、じゃあ人生って能動ですか受動ですかっていう話なん。じゃああなたはこの仕事をやってるのは意思を持って選んだんですねって言われると、いや 100% そうかというとそうでもない。じゃあ誰かにやらされてるんですかこの仕事は。
いやそれはまたそういうことでもないと。で実は受動体って出てきたのって大体15世紀ぐらいで、昔は能動体と中動体しかなかったんですね。中動体は何かって言ったらいろいろあってそういうことになったっていうことなんですよね。で実際は人生はやっぱほとんど中動体だと思うんです。坂本龍一さんはもともと友部正人さんのバックミュージシャンからね始まったわけですけれども、そのうちどんどん仲間といろいろそのプロジェクトが立ち上がって、最終的にその細野晴臣さんから YMO 誘われて、じゃあ入ろうかなっていう。じゃあそれはその主体的に意図を持ってそのポップミュージックのアーティストになっていったのかって言ったら、誘われなんですよね、あれって。たまたまその時のご縁とか仲間とか人間関係の中からその中動体的に出来上がっていったと思うんですよね。その感覚って実はその後から振り返ってみると、人生ってそんななんか主体的な意思を持って断固としてね意図したものがそれで切り開いていくとなるっていうもんでもないですし、むしろそこにこだわろうとするとむしろかえって豊かなものってなんか失われちゃうと思うんですね。ですから一方でじゃあそのさせられる通りに振り回されてるのかっていうと、それもまたそれで全然やっぱり豊かにはなれない気がするんで、この中動体的な感覚って結構大事だなって今は思ってますけどね。Groves in English is like a bush. Murakami means top of the village. Okay. So今週のゲストはアーティストで起業家の草野恵美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回は草野さんの愉快なお仲間がいらっしゃいました。アーティストデュオ AA 村上のアレキサンダー・グローブスさん、村上あずささんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。もうとにかく世界がもう注目しているお二人ですから。モマにも確かパーマネントで入ってますよね。そうですね。モマに。すごいでしょ。ピカソと同じってことですからね。AA 村上さんは村上あずささんとアレキサンダー・グローブスさんのアーティストデュオ、アート、デザイン、映画の領域にまたがる作品を制作し、深い文脈のリサーチと持続可能な素材を実験的に組み合わせるのが特徴です。現在進行形でデジタルと自然の境界をなくし五感を刺激するユニークなインスタレーションエフェメラルテックを制作中。作品はカンヌなどの世界中の映画祭で受賞、ロンドンのビクトリア&アルバート博物館、パリのポンピドゥセンター、ベニスアートビエンナーレなどで広く展示されています。でもこの AA のどっちがアレキサンダーさんでどっちがあずささんっていうのあるんですか？最初の最初の映画アレックスで。OK、アレックスあずさ。でも名前つけるときにグローブスって名前つけることもできたじゃないですか。村上ってつけたのは。Groves in English is like a bush. And Murakami means top of the village. Okay. 茂みよりはトップオブビレッジの方がいいよ。茂みもなんか魅力的な感じがしますけどね。お二人をね一躍有名にした2017年のミラノデザインウィークでの作品が。CG ではないんですよね。これは本物のインスタレーションをスローモーションにした画像なんですけど。木に見せかけたスカルプチャーから霧を入れたシャボン玉が降りてきて、こういろいろインスピレーションをこう世界中から集めてきたんですけど、特に日本のお花見、自然の美しさとか儚さを表現したインスタレーションです。この作品を現実化するにあたってすごいたくさんの実験とかをして、シャボン玉のソリューションとかも何百個も試して、布に触れた時にちょうど壊れない、数秒間壊れずに急にこうなくなって弾けて霧だけになるっていう
の試行錯誤して作りました。いろんなものに見えますね。なんか卵とか、魂とか。お二人のどっちがサイエンティフィックななんか。そうですね。サイエンティフィックなバックグラウンドはないんですけど、アレックスがすごいサイエンスに興味を持っていて。I'm really interested in learning about how the universe functions and playing with the laws of physics. And ephemeral tech is about really having technology manifest in ways that share the same physical laws as we're governed by. So taking stuff off the screen and making it something that reacts to turbulence or surface tension of water, or we work with all the 4 states of matter: solid, liquid, gas and plasma. And that's what we're interested in, using technology but off the screen. そうだからあれですよね。我々の体と同じような物理法則で支配されているものに触れることでやっぱり何か感じるものがある。Ephemeral, you said ephemeral, right? I mean, I think that's a really important concept in Japanese culture, as you know. Ephemeral beauty of the sakura cherry blossoms and so on. So did that kind of influence your decision to go with this slogan, ephemeral technology? Because, obviously, Azusa is from Japan, and, Yeah, we're very influenced by a Japanese appreciation of kind of the nature of change and how it's a kind of what we'd say is melancholy, like a beauty that's mixed with a kind of sadness, which in some ways makes it more beautiful, that things are passing and that all things... The famous mono no aware sensitivity, right? So, Yes. そうだよね。だからエフェメラルっていう時にやっぱり日本の花見とかああいう時の移ろいゆく美っていうのはやっぱりちゃんと考えてくださってるってことだと思うんですけどね。あずささんは12歳でイギリス行って、日本の影響とか日本の感受性ってのは自分の中でどうなんですか？ベースは日本だと思ってるんですけど、やっぱり思春期を向こうで過ごしたので、基礎的なことは分かるんですけど、中身は外国人みたいな。若い時にイギリス渡って向こうで活躍している人としては門井石黒さんがいらっしゃると思うんですけど、彼の日の名残 Remains of the Day はバトラーの人物造形がもちろんイギリスの紳士ではあるんだけど、日本人のなんかその職務に対する忠実さとか、そういうのも投影されてる感じがするんですよね。やっぱりなんかそういうところってあります？そうですね。自分では分からないんですけど、外から見て私たちの作品を見ると、すごい日本的だとか東洋的だということはよく言われます。Alex, how do you feel? Although Azusa has been living in the UK for many years now, do you feel that she is still, in essence, very Japanese in her expressions and sensitivities and? I think she's very British with some of her kind of cultural tastes and literature and everything, and at the same time she has a deep kind of understanding and connection of Japanese culture, so a real synthesis. そうなんだ。やっぱりなんかすごくなんかミクチャーなところがすごくいいんだけど。So you have been living in Japan for 3 years now? Yes. Are you becoming more Japanese? 結構イギリスと日本ってカルチャーが似てるから、リードビトインダラインズみたいな、空白を読むみたいな。納豆はよく食べます。ブラジルのアマゾンに行って森に入って1週間うろうろしたということもあります。すごい作品すごい素晴らしくて、いつもこんなテクノロジーの使い方があるんだって発想をすごく感銘を受けるんですよ。で A 村上さんのお二人はこういう技術、シャボン玉の技術が面白いってところから入るのか、なんかストーリーから入るのかっていうのはどっちからなんですか？プロジェクトにもよるんですけど、例えばニュースプリングの場合はそのストーリーから入って、こういうことがしたくてこういう空間を作りたいからどうやってやったらいいのかっていうことから入って、でもその後に作ったネオンの作品なんですけど、クリプトンというガスを使って、クリプトンのガスはすごい稲妻みたいにカチカチカチすごい線ができるぐらいで、それをいろいろ実験的なことをして、これを使ってどういう空間を作ってどういうこの感覚を呼び起こせるかというか時もありますので、いろいろそのプロジェクトによります。でもそのマテリアル、素材とかってどうやって見つけてくるんですか？
いろいろなソースはあるんですけど、実際にこうどこか行った場所で見つけたものがすごい面白いものがあったとか、ロンドンのセントジェームスっていう紳士服とかジェントルマンのものを買える街みたいなのがあって、そこにタバコのパイプを売ってるお店があって、でそこのマウスピースがなんかプラスチックとはちょっと違った感覚なものがあったんですね。で何かって聞いたら、それはゴムを硬くした、硬化するみたいなことなんですか？そうですそうです、そういうものだということを知って、それがきっかけでブラジルのアマゾンに行って、森に入ってゴムの素材を取る人と一緒にアマゾンのフォレストを1週間うろうろしたということもあります。すごいリサーチは自分でしないと気が済まないので。楽しそう。Actually, this program has been running for more than 10 years in various formats. And once James Dyson, the founder of Dyson, came, and he said that he actually built 5,000 or so prototypes. And so I think this is a really British sense of experimentation. Yeah, I think a British kind of something that is a kind of British characteristic might be in excitement around innovation and doing something new, rather than necessarily like other. I'd say that Japan has obviously a lot of creators and very inventive people, but I think like Japan excels at taking things further and to perfection, and further than anyone else. 日本人はその一応できたものを完成に持っていく、突き詰めていくっていうのが得意だって、そうだよね、そういうとこあるかもね。なんか車とかもそうじゃないですか、フォードとかが生まれて最初の出だしは遅いんですけど、観察してその完璧バージョンをなんか作るみたいなところがあるんで、Web3 ももしかしたら出だしは遅いけど、日本が完成させる、日本が完成させてめちゃくちゃかっこいいコンテンツを作って出してくれるんじゃないかっていうのを NFT も期待してるんですけど、まさにね、今この造語としてマタバースっていう今回キーワードが出ているんですけれども、マタバースっていう言葉はマテリアルから来ていて、その今のメタバースってスクリーンの中では 3D なんですけど、実際は 2D じゃないですか。でマタバースっていうのはそういうものにこう物質感、バーチュアルをフィジカルにするというか、それをコンバインして新しい経験を作る。将来的に私たちが考えているメタバースっていうのはもっと五感で体感できるもの。どんな感じになるんでしょうね。We're interested in how to bring the blockchain and NFTs into physical experience, and so we're interested in creating crossover moments and experiences where you can, because the blockchain is only a store of information, there's nothing to say how that information is experienced. So at the moment we use screens because it's very convenient, because we all carry screens in our pockets and they're like a universal technology, but it doesn't have to be through a screen, it could be through anything. And we're interested in we want to see mass adoption of blockchain and NFTs, so we want to make things that can engage the public more. 確かにだから NFT っておっしゃるようにデジタルのデータだから、それは画像を表す必要もないし、別に例えば食べ物でもいいし、なんか物質の状態でもいいわけだから、そこをつなげちゃうっていう。でもイメージができない。最近の作品でNFT パリスで発表したものがあるんですけど、私たちの作品で、スモークリングを作る、インスタレーションがあるんですけど、物質的なフォグリングがデジタルのスクリーンに向けて発射して、でそこのスクリーンをヒットした途端デジタルなスクリーンとしてアフターライフみたいな感じでこうデジタルアフターライフ続きながら NFT になっていくというのもありますし、実際のそのニュースプリングがこう動く、コードみたいなのがあるんですけど、そういうコードとかもこれから NFT 化したいなと思っていて。We make all our own hardware, and it runs on a lot of code and digital kind of information that runs the hardware. But instead of it manifesting in a visual image on a screen, it releases, for example, bubbles, or it releases like energy in a way that makes plasma. So you can have code on-chain and the experience can be off-screen. So we call it on-chain, off-screen.
And so, for example, we can have, or this is just a small segment of code that runs the machines that make the bubbles. The physical manifestation, the experience, is something tangible that can touch all your senses. そうだからなんかこれすごくなんかその束の間で消えていってしまうものと NFT ってまあ半永久的に残るから、それとの関連を結びつけるとすごくエキサイティングなプロジェクトだと思うんですけど。Go ahead, sorry. Oh, sorry. Yeah, much like in nature, how you can have a DNA is, a form of code, and it manifests in a tree, which is maybe has a lifetime of a few hundred years, or what have you, or the blossom, which is very, only a week or so. The kind of code carries on, and so there's this interesting question in physics that is the information paradox, which is that matter can be destroyed in black holes. So one day all the matter in the universe will be taken into black holes and kind of destroyed. But you can't destroy information, and so it's called the information paradox, and it's where does information go after all the matter in the universe is destroyed? And they think it might be in the form of holograms on the outer skin of a black hole. It's just theories. まずい話になってますね。だからまずDNA と情報は永遠なのに我々の体とかほら世代でその場で消えていくじゃない。でもその後何が出てくるかってまさかブラックホールの情報パラドックスが出てくるとブラックホールに物質が入ってくると消えちゃうんだけど情報は消せないからじゃあどこ行くんだかってホログラム原理が出てきて。宇宙の別のところに行ってんじゃないかっていうことをアレックスはよく言うんですかこういうことを。ああよく言ってます。ワイン飲みながらいやブラックホールがさ。ワインとか飲みながらじゃなくてもうシラフで。面白い。すごいですね。はい、いや面白かったですとっても。ということで最後に私と視聴者の皆様に向けて何か課題を。自分の興味のあるものを見つけてとことん追求してどこまでいけるか試してみるっていうのはどうですか？I would say ask questions like a child, like maybe things you take for granted. Maybe it's interesting to ask, like why when you look into a mirror are you reversed left to right but not flipped upside down? We don't actually know, and it's really fascinating asking questions. なんかね鏡に映ったはなぜ左右が逆になるけど上下は逆になるのか。子供みたいにたくさん質問をするっていうことが課題だそうです。ということで、村上のお二人ありがとうございました。ありがとうございました。クリエイティブはジャーナリストになりたい君へとリカシーもクソもない自分らしく生きたい君へというお話を日本人だっていうことに誇りを持ってほしい。この番組はエイブル清水建設 JT の提供でお送りしました。